誰もいない静かな商店街、冷たい朝霧が立ち込める中、小麦は一人で、ゆっくりと歩いていました。駄菓子屋さんのシャッターは、古びて錆びついて、静かに閉まったまま、時を止めているようでした。店の脇に置かれた古い自動販売機も、今はもう、動くことはありません。時代の移ろいを感じさせます。奥の薄暗い和室。そこには、重い病に伏せるおばあちゃんの、静かな息遣いだけが響いていました。小麦は、布団の横でじっと座って、おばあちゃんの顔を心配そうに見つめています。小さな前足を、おばあちゃんの背中にそっと添えてみました。温かさが伝わるようにと、祈りを込めて。おばあちゃんは、弱々しく瞬きをして、小麦の優しさに応えるように、小さく微笑みました。その瞳に映る寂しさを感じて、小麦の胸はキュッと締め付けられるようでした。おばあちゃん、お水を飲んで、小麦は一生懸命、水を入れた小さなお皿を運びます。けれど、おばあちゃんはひどく咳き込んで、お水さえも、喉を通らないようでした。薄暗い部屋の隅、小麦の心には、底知れない不安と寂しさが広がっていきました。おばあちゃんがお店でいつも着ていた、使い古されたエプロン。小麦はそれを、じっと見つめました。高いところにかけられたエプロン。小さな前足では、いくら背伸びをしても、届きませんでした。眠るおばあちゃんの肩に、小麦は毛布をそっとかけ直してあげました。風邪をひかないようにね。僕がおばあちゃんのお店を守るんだ。小麦は決意を胸に、暗い店先へと歩き出しました。小さな体に宿る、大きな勇気、商店街への第一歩が、静かに、力強く踏み出されました。久しぶりに光が差し込んだ店内には、わずかな埃がキラキラと、思い出のように待っていました。棚に並ぶガラス瓶の中の駄菓子たちが、小麦を温かく迎えてくれているようでした。カウンターは小麦の身長よりもずっと高くて、上にあるものが見えなくて、背伸びを繰り返します。おばあちゃんが大切にしていた、小さなちょぼ焼きの屋台。これこそが、この店の魂でした。小麦は丁寧に、屋台に溜まった埃を払っていきます。おばあちゃん、見ててね。丸い穴がたくさん開いた銅の鉄板。ここから、数えきれないほどの幸せが生まれてきたのです。鉄板からは、おばあちゃんの作るちょぼ焼きの香ばしい匂いが漂ってくるようでした。よし、やるぞ。小麦は自分に言い聞かせるように、ぐっとポーズをとってみせました。
商店街に昼下がりの日差しが差してきましたが、シャッターはまだ重たく閉じたままです。重い鉄のシャッターの下に潜り込んで、小麦は全体重をかけて上に押し上げます。小さな肉球が重さに耐えかねてくるくると震えています。でも、小麦は離しませんでした。精一杯の力を込めて、シャッターはほんの少しずつ持ち上がっていきます。けれど、シャッターの重みに押し返されて、小麦は地面に転がり落ちてしまいました。痛い。でも、負けない。小麦は涙をこらえて、またシャッターの前に立ちました。わずかな隙間から、小麦は身を低くして、滑り込むように外へと出ました。古い木箱を積み上げて、踏み台を作りました。小麦はその上に、ぴょんと飛び乗ります。シャッターのロープを前足でしっかりと掴んで、小麦は懸命に、下に引っ張りました。ガラガラ、と、懐かしい音を立てて、ついに、商店街にお店がその顔を見せました。ふう、と、額の汗を拭う小麦の顔には、やり遂げたという小さな誇りが浮かんでいました。お店の隅に落ちていたおばあちゃん手書きのチラシ。それは大切なメッセージでした。不意に吹いた強い風。大切なチラシは小麦の手をすり抜けて空へと舞い上がりました。待って、待って、小麦は一生懸命、風に流されるチラシを追いかけて走ります。やっと捕まえたチラシを、今度は飛ばされないように、重い石をそっと上に置きました。屋台に火を入れるための大きな炭の袋、それは子猫の小麦にとって、とても重いものでした。よいしょ、よいしょ。けれど、重さに足を取られて、またひっくり返ってしまいました。体も顔も、すすで真っ黒になってしまいました。それでも、小麦の目は真剣でした。一つ一つ、丁寧に、炭を並べて準備を整えます。おばあちゃんがしていた通りに。ふうふう、と、小さな口で息を吹きかけます。火がつくようにと、願いを込めて。やがて、小さなオレンジ色の火が灯りました。パチパチと温かい音を立てて。自分で灯した最初の火、小麦はそれを吸い込まれるように見つめていました。思い切って鉄板に生地を流し込みます。けれど、手元が狂って溢れてしまいました。火が強すぎたのでしょうか。あっという間に黒い煙が立ち上り、焦げた匂いが漂いました。夕暮れの空の下、失敗した生地を前にして、
小麦は泣きたい気持ちをこらえていました。これじゃダメだ。小麦は千枚同士を手に、鉄板の焦げを必死に削り落としていきます。熱い鉄板を前に、小麦の足はいつの間にか、疲れと恐怖で震えていました。あっち、熱い鉄板が、うっかり小麦の肉球に触れてしまいました。激しい痛みが走ります。あまりの痛さに、思わず涙が滲んで、小麦は手をぎゅっと握りしめて耐えました。おばあちゃんに会いたい、寂しさがこみ上げて、小麦は今にも泣きそうな顔をしていました。目を閉じると、元気だった頃のおばあちゃんの優しい笑顔が浮かんでくるようでした。泣いてちゃダメだ。小麦は前足で涙をぐいっと拭いて、また鉄板に向き合いました。首に巻いた大切な赤いスカーフ。小麦はそれをゆっくりと解いていきました。スカーフが夕風に揺れて、ひらりと手元に落ちました。それは、小麦の最後の勇気でした。熱い鉄板から自分を守るために、小麦は右の前足に赤いスカーフを巻きつけました。赤い布で包まれた小さな手、これがあれば、もう熱くないよ、おばあちゃん。包帯を巻いた手で、千枚同士をしっかりと握り直しました。小麦の再挑戦です。鉄板の穴の一つ一つに、丁寧に油をひいていきます。おばあちゃんの手つきを思い出して。くるくる震える手で、慎重に生地を注ぎます。今度は焦がさないように、一歩ずつ。顔に当たる熱気、また涙が溢れてきそうになりましたが、小麦は鉄板を睨み続けました。一粒の涙が、熱い鉄板の上にこぼれ落ちました。ジュッ、という音とともに蒸発していきます。その音は、小麦の心の弱さを、そして強さを、教えてくれているようでした。絶対に美味しいチョボ焼きを作って、おばあちゃんを喜ばせたい、小麦は必死でした。くる、くる、赤い包帯を巻いた手が、器用に生地をひっくり返していきました。ついに、黄金色に焼き上がりました。それは、おばあちゃんが作る、あのチョボ焼きです。額に光る汗、小麦は、目の前のチョボ焼きを、眩しそうに見つめていました。焼き上がったチョボ焼きを、小麦は丁寧に、トレイに美しく並べていきました。できた、小麦の顔に、今日初めての本当の笑顔が、ガーッと広がりました。商店街が黄金色の夕焼けに染まる頃、懐かしい香ばしい匂いが、通りに広がりました。その匂いに誘われて、
一匹、また一匹と、お店の前に不思議そうに猫たちが集まります。懐かしい、おばあちゃんの味。猫たちは鼻をひくひくさせて、お店を見つめています。いらっしゃい。小麦は緊張して、小さな声を絞り出しました。杖をついたおじいちゃん猫が、驚いたように、でも優しく小麦を見つめていました。ありがとうございます。小麦は、心を込めて丁寧にお辞儀をしました。チャリン、小麦の貯金箱に、初めての、大切な10円玉が入りました。その音は、小麦の心に、何よりも温かく、力強く響き渡りました。熱いうちに食べてね。小麦は真心込めて、焼きたてを差し出しました。おいしいよ。お客さんの笑顔に、小麦の胸はやりがいでいっぱいになりました。いつの間にか、お店の前には長い行列が、小麦は休むいとまもなく動き続けます。ソースを塗って、鰹節を振って、小麦の小さな手は、もう立派な職人さんのようでした。すっかり暗くなった商店街、小麦のお店だけが、暖かく、明るく輝いていました。みんなが喜んでくれるのが、こんなに嬉しいなんて、小麦は心から思いました。貯金箱には、たくさんの10円玉がたまりました。それは、小麦が頑張った大切な証でした。すべてのお客さんを見送って、小麦は屋台の柱に、そっと体を預けました。頑張ったね。誰かが、自分を撫でてくれたような、不思議なぬくもりを感じました。僕は、もう一人じゃない。小麦は星空を見上げて、微笑みました。生地が、一滴も残らずなくなりました。小麦の、長い一日が幕を閉じようとしています。完売、という文字を見つめて、小麦は深い、大きな達成感に包まれました。今日も、本当にありがとうございました。小麦は静かな通りに、深く頭を下げました。遠ざかる足音、静かになった商店街で、小麦はゆっくりと、後片付けを始めます。ふと見上げた、夜の帳。小麦は今日一日の出来事を、夢のように思い出していました。ずっしりと重くなった貯金箱、小麦はそれを、宝物のように抱きしめました。静かな夜、商店街の向こうから、二つの影が、必死にこちらへ走ってきます。小麦、小麦、どこだ。お父ちゃんとお母ちゃんの切実な呼ぶ声が響きました。お店の前に立つ小麦、
そして屋台の明かりを見て、お父ちゃんは言葉を失いました。お母ちゃんは、震える手で口を覆いました。信じられない、という表情で見つめています。お父ちゃん、お母ちゃん、小麦は思い切り、二人の名前を呼びました。小さな足で、力いっぱい、小麦は待っていた両親のもとへと、駆け出しました。おかえり。本当によく頑張ったね。小麦。お母ちゃんは小麦をきつく抱きしめました。温かい、いつものお母ちゃんの胸、小麦の張り詰めていた心が一気に溶けていきました。わーん、答えていた涙が溢れ出しました。小麦は声を上げて泣き続けました。お父ちゃんの大きな温かい手が小麦の頭を何度も何度も優しく撫でました。ふと小麦の右足の赤い布を見てお父ちゃんははっと息をのみました。スカーフを優しく解いてあげると、そこには暑さに耐えて赤くなった小さな手がありました。そうか、お前がおばあちゃんの店を守ってくれたんだな。お父ちゃんは深くうなずきました。家族3匹で小麦は大切にとっておいた最後の一つを静かにお皿に乗せました。おばあちゃん、食べて、小麦の心がこもった最後の一つです。それは今日一番の出来、小麦の愛と勇気が詰まった黄金色のチョボ焼きでした。おばあちゃんの鼻先がきくりと動いて懐かしい愛しい香りを感じ取ったようでした。おばあちゃんがゆっくりと目を開けました。小麦、ありがとう、ごめんね。一口、味わうおばあちゃん、その方に、ゆっくりと血色が戻っていくのがわかりました。本当に、美味しいよ、おばあちゃんの言葉に、部屋中が、温かな幸福感で満たされました。よかった、本当によかった。みんなで手を取り合い、泣きながら、笑い合いました。どんなに苦しい嵐の夜でも、家族がいれば、また明日へ向かって歩き出せる。昭和の商店街に灯った小さな奇跡、それは小麦の純粋な愛が起こした魔法でした。僕が守るんだ。一人ぼっちの商店街。勇気という名の隠し味。